皆さんこんにちは。テンガです。アダムです。アダムさんも私も日本語ができるんで、時々日本語で話していました。そうですね。動画でも使ったでしょ。アダムさんは今どのくらいできますか？私は2013年に日本語能力試験1級に合格しましたけど、香港に引っ越してからもっぱら広東語の勉強を頑張っていて、日本語がちょっと置き去りされたという感じですね。でも今月東京に行く予定ですから、最近はできるだけ日本語を使う機会を増やそうとしています。で、殿下はどれぐらいですか？私今年は4年目です。最初は週に1回1時半だけのクラスだったんですけど、このまま2級まで5年間かかりそうでした。遅すぎると思って3級のクラスに通いながら2級の文を独学していました。ついに去年2級に合格しました。おめでとうございます。でも私たちは日本語が話せるとは言えますけど、今では日本語の難しさはまだ残っていますよね。確かにそうですね。今日は香港人に対してイギリス人に対して日本語の難しさを語りたいと思います。アダムさんにとって、日本語の難しさは何でしょうか？イギリス人にとって日本語の難しさというと2つに分けられると思います。1つ目は1つ目は読むことと書くことです。書き方が1つしかない英語と比べて、日本語のひらがなとカタカナと漢字はすごい障害に見えますでしょうね。でしょう。それに1つの漢字には発音が複数ありますから、初心者でも上級者でも困ってしまいます。そうですね。例えば「せ」っていう漢字ですね。生、い、う、しょ、せ、き、あいなどの読み方がありますね。そうですね。文脈によって違いますから、すごくややこしい感じがします。このハードルを克服して流暢に読めるようになるのも時間が随分かかりますけど、頑張ればなんとなく突破できますよ。2つ目の難しさは文法です。今日本語を勉強している人はみんな分かっていると思います。言語学から見れば日本語は英語と違って膠着語で、いわゆる主要部集単型です。膠着語というのは文法関係を示すために接頭辞や接尾辞をよく使う言語です。日本語の動詞活動を駆使できるようになる前にすでに難しい部分です。主要部集単型というのは統合論の概念で、修飾語が修飾された単語の先に来るということです。日本語では動詞を文の最後に置いたり、形容詞が名詞の先に来たりするのが典型的な例えです。そうですね。韓国語もモンゴル語もタミル語も膠着語だそうですね。そうですね。英語と違って語順が真逆で、すごく大変です。なんか文が長ければ長いほど自信も消えてしまいます。確かにそうですね。では香港人はもともと漢字ができますから、私と違って日本語を勉強するときにぶつかった難しさは何でしょうか？そうですね。私は今まで3年間勉強しているんですけど、全然身につかないことはあります。そうですか。自動詞、他動詞も、日本語の曖昧さも難しいし、もちろんいろんな難しいところはあるんですけど、一番難しいなのは擬声語、擬態語なんです。そうですか。アトムさんはそういう感想を持っているかどうかわからないですけど、私にとってどうしても身につかないところなんですね。難しいというか、日本人の気持ちはなかなか感じられないですね。確かにそうですね。擬声語、擬態語は何かというと、音で何かのイメージを伝える。物事の状態とか動きとか体の痛みとか気持ちとか、いろいろあるんじゃないですか。そうです。でもどうやって擬声語、擬態語とそういう気持ちを連想するのか、日本人じゃなければ全然わからないんです。そうですね。暗記したことはありますけど、すぐ忘れちゃったこともあります。直接連想できる擬声語は大丈夫ですけどね、少なくとも聞こえるじゃないですか。そうですね。例えば大雨降ってる時のザーザーとか、ちょっと聞こえてきますからね。でもそのような擬声語は少ないですね。確かにそうですね。日本人の友達に
よく言われるのは暗記よりも漢字ものです。ふわふわっていう音を聞いて、まあ柔らかいっていう感じが伝わりますよね。そう、よく言われますね。まあこう言われたんですけど、無理ですよ。やっぱりね。私にとって暗記の仕方を工夫するしかありません。つまり記憶法ですね。まあ、さっき言ったふわふわ、アトムさんは知っていますか？柔らかいですね。餅とか。はい、ちょっと想像してください。了解。超でかい餅が目の前にあります。あります。見えます。はい。食べる前にどうする？食べる前にどうするかわからないです。食べたいです。はい。まずふーって、そしてわー。ふってわって何の意味ですか？ふって空気を口から吐き出して、そしてわーって口を大きく開いて、こういう風に暗記すると、恥ずかしい話ですけど、覚えることができます。でも楽しいですよ。ちょっとですね。そうですね。多分日本人のイメージが違うんですけど、こうしたら私のって役に立つかもしれません。ということで、それは外国人に対して日本語の難しさです。皆さんならどう思いますか？他の難しさにぶつかったことはありますか？もしあったらコメントしてください。この動画が良かったら友達とシェアしてください。グッドボタンもチャンネルの登録もぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。そうですね、私ちゃんと日本人よ。日本人空に向けて、そうですね。喺阿 Sir 教咧，佢就話：そうですね，有一個用法就係 buy time 去諗嘢。係啦。咁你係俾得好足喎。相づちをしながらちょっと。そう。日本人っぽいね。そうね。日本語の難しさを語りたいと思います。真係耶咁啊！知啦。唔使。